一口大ぐらいですかね。皆さんこんにちは。今日はちょっと変わったそうめんの料理をやろうと思います。なんかこうお歳暮とお中元とかでそうめんいただいたりとか、結構なんか大量にそうめんがあって食べきれないなとかっていう時のための料理です。まずそうめんはこう揃えてからこう輪ゴムで留めます。でこれこうしっかり揃えて、でこれ1センチぐらいのところでこうしっかり揃えます。で輪ゴムはきつく結びすぎないでくださいね。ほどけないギリギリでいいです。きつく結びすぎると今度食べれる部分が減ってしまいます。なので、軽く結んでほどけない程度にくくります。この輪ゴムをつけた状態で茹でます。お湯に入れたら、くぐってるところを開かすような感じでね、こう開かすような感じで茹でてあげます。であんまりこう束が大きいとほぐしにくいんで、もし家庭でやられるんだったら一足をまた半分にしてくぐってもいいかもしれないですね。その方が失敗が少ないです。もうくぐってるんでそのまま取れますから、こういう感じでお箸ですっと持ち上げて氷水に落とします。はい、湯がき上がったそうめんはしっかりこう絞ります。ぎゅっと揃えた状態でぎゅっと絞ります。ぎゅっとでこれを巻きすに置きます。こういう状態で、これをよく絞ってで一つにしてで巻きすでこう巻きます。ぐっとこういう状態でさらにこうギュッと絞ります。でこのまんま輪ゴムをかけて、でこの状態で2、3時間置いとけばいい感じにしつきます。はい、それでは2時間ほど置きました。で、輪ゴムを外します。そうするとこういう感じに一本の棒のような感じになりますからね。でこれをさらに、海苔で巻きます。この端っこちょっとね出しといて、でこのままくるくるくるっと巻いてしまいます。でこっちをちょっと水で湿らせて、でこうグッてやるとひっつきます。こういう状態ですね。でこれをカットします。一口大ぐらいですかね。こんな感じにカットします。そしてこれに、打ち粉をしますね。片栗粉です。
この時点ではそうめんと海苔だけなんで味はついてないですからね。なんとなく不思議な形になってますけど、こういう綺麗な状態です。でこれに、卵を通してで、パン粉をつけます。パン粉はどんな大きさでもいいです。細かくても粗くても全然味に影響ないんですけど、まあその家庭の好みで、いろんなパン粉を使っていただいたらいいかなと思います。で揚げていきます。これも普通ですね。色がつくまで揚げていただいたらいいです。で中までしっかり揚がりましたら、これでもう引き上げます。まあもともとそうめんしっかり湯がいてあるんで、まあ温まったらいいって感じですかね。ちょっと不思議な感じになりましたね。こんな感じですね。であん作りです。だしにみりんと薄口醤油を入れて火にかけます。かぼちゃ先に入れておきます。かぼちゃ、まあ沸いてきましたら、ホタテでエビ、もう軽く叩いたものですね。とカニを入れまして、でここにくずでとろみつけます。片栗粉でも全然 OK です。まあ、和食の場合はくず粉を使いますけど、とろみがつけばいいって感じですかね。でしっかり沸いてるところに入れていきます。沸きましたらアクをすくって、とろみをつけます。でとろみがついたら、ここに三つ葉とサンドバメン、青みを入れて、で軽く火を通します。これで出来上がりですね。この魚介のあんも何でも大丈夫です。で、器できたら、まああったかい料理入れるときは器温めておいた方がいいですね。軽く温めて、でこういう感じで持っていきます。
で上からたっぷりのあんをかけます。で最後に上にみょうがをどさっとこれかこれで出来上がりですね。いただいたりしてそうめんが残った時にちょっと変わった料理ということで、まあ作業工程はそんなに難しくないんです。まあ湯がくのとそれをこう海苔で巻くであんを合わせるぐらいなんで。でおかずとしても結構いけますし、まあ、ご飯に合わせるとしたらもうちょっとだけあんの調味料醤油とみりんを少し多くしても全然ご飯と一緒に食べるにはちょうどいいぐらいになりますので、まあ、ぜひ一度ご家庭でお試しください。いただきます。結構食感が変わっていて、あんまりそうめんと思えない食感ですね。結構ホタテに似てる感じの食感があります。ホタテぐらいですね。はい。美味しいです。お酒とかに合いそうですか？合いそうですね。はい、おつまみにもなります。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。